はい、始まりました。今日はですね、3色編の第3回になりますはい。意外とこのシリーズまあまあ好評でちょこちょこやってってるんですけど、はい。今日はエスパーになります。スーパーソルティカラー。そうですねこれからエスパーの討論者を始めようと思ってる人におすすめの討論者4選になります。4体選んできました。特別塩辛いの。塩辛い。いや、なるべく塩辛くないのなるべくですよ。塩辛いのもあるかもしれないんですが、はい。なるべく塩辛くないのを4体選んできましたんで、はい。まず1体目から早速行かせていただきたいんですが、まずこいつは結構人気でした。人気のエスパーだと。人気の闘争者。交渉の主任ウルザになります。はい。闘争者デッキでなってますよね。闘争者デッキ結構ね、やりやすいんで、結構おすすめになってきますよね。はい。まず能力説明させていただきますと、エスパー6マナの4号です。兄弟戦争みたいですね。神話アーティファクトクリーチャー。神話アーティファクトではなくて、神話アーティファクトクリーチャーだと。これアーティファクトクリーチャーの分、まあコストは軽くなる。で、あんまり下がらないってことです。まあでもちょっとは下がるかもしれないですよね。はい。で、あなたがコントロールしている全てのアーティファクトクリーチャーは威迫を持つ。これ地味に強いよね。地味に強いですね。アーティファクトクリーチャー、こいつはアーティファクトクリーチャーじゃない。はそれはね。普通の人間ですから。なんか機械化されちゃってみたいな。で、あなたの終了ステップの開始時に、いわゆるウルザのトークンが出てくるという。無色のアーティファクト分のね、修正を受けるという、これかなり強いですよね。このウルザのトークン出てくるんですよまあもちろんだ、あなたの終了ステップの開始時だから、一旦に1個しか出てこないんで、まあ例えばアーティファクトのクリーチャーのシナジーですよね。アーティファクトクリーチャー、例えばもう思考の監視者みたいな、こいつちょっとマナコスト重いですけど、神話アーティファクトなんでいいですよね。だからそういったような神話関係のアーティファクトだったり、アーティファクトのクリーチャーを入れてって、アーティファクトシナジーを稼いでクリーチャーを並べていく、横展開して、ドローはおそらくタッサの二股槍みたいな、カササギでドローみたいなのをしてドローして、っていうので結構強めに7ぐらいですかね。結構、5、6だとちょっと強すぎるかなぐらいのレベルにはなりますよね。で、最終的にどんな感じで勝っていくかって言いますと、ある1枚のカードがフィニッシュにつながるんじゃないかということで、タイバーマン軍団っていうカードがあるんですけどこれ7マナのアーティファクトクリーチャーでして、なんとあなたがコントロールしている伝説でない全てのアーティファクトクリーチャーは無人を持つという、みたいなこれはトークンも含めて無人を持ちますやばいですってことはという無人してそれ全部威迫ですよね。威迫ですね。威迫で、ウルトのトークンが何々になるんだみたいな。もりっと出てきちゃうんですけど、もはや何点なのかが多分分からなくなる。やばいですよね。ほぼ1枚コンボですよね。そんな感じで勝ってって楽しそうなんで、結構おすすめになりますかね。こいつの未来はどうですか？アーティファクトのシナジーなんで、かなり強化されるぐらいは明るいですよね。あんま縛りがないんでね、これ。確かに。とにかくアーティファクトクリーチャーで優秀なやつが来たら強化されるという形には単純になるよね。そうですよね。だから結構組むのもそんなに高くないです。闘争者デッキ買えば組めますし。そうね。そんなに難しいことは何も書いてない。書いてないですよね。結構組むのも簡単ですし、結構おすすめになりますかね。そんな感じになります。じゃあ2体目いきましょうか。2体目は謎めいた君主イェンネットになります。ほうっていう。我々は思い出の闘争者なんですがまず能力説明しますと、エスパー5マナのスフィンクスですね。3号、飛行警戒威迫になります。でこいつがコンバットするたびです。ダメージを与えるたびではありません。コンバットするたびにあなたのライブラリーの一番上からカードを公開して、一番上のカードですね、を公開して、そのマナコストが奇数だったらただで捉えられますよと、捉えなかったらカード1枚引く、っ
という能力なんですが、はい、まずどんなカードが入るかっていうことなんですが、まず巻物棚みたいな、ブレストみたいな、でトップを操作するカードっていうのが必要ですよね。はい、あるのは望ましい。あった方がいいですよね。もちろん全部でめくってもいい。しょうがないっつってめくることもあるかもしれませんが、でめくって奇数だったらそれを唱えられるというところで、はい、例えばどんなカードが入るかと言いますと、虚空の選別者、一応こいつ9マナというね、能力で偶数の呪文が対戦相手唱えられなくて、対戦相手は偶数ではブロックできない、こっちは奇数の呪文を唱えていくんで、偶数の呪文を唱えられないんでいいじゃねえかと、まあ単純に半分は唱えられなくなるし、はい、そんなんで、奇数で強いの、いわゆるソルティな感じで言いますとこういうのもあったりとかして、あと例えば奇数で強いので言うと召し上げとか、もう何ターンあるんだと、そのチャレンジ何回できるんだみたいな状態にして、で最終的にはわちゃわちゃして勝ってくんでしょうと、まあ結局ね、召し上げとかみたいなカードを打たれた状態で、さらに何回もめくってキャストすると、もうどう見ても勝てんでしょみたいな場面になるんですよ。なりますよね。なるんですよ。もう基本的な勝利手段はみんなが合意して投了するです。でそんな感じになりますかね。はい。でこいつの未来を想像しますと、はい、当然奇数のカードを毎回チェックできるようになるという、奇数のカードで色が合ってるカードということになりますよね。そうですね。奇数で色が合ってるでかい呪文をとにかくチェックして、これ入るじゃんってっていうこと楽しそうじゃんっていう風になるんで、この逃走者のいいところとしては、やっぱりでかい呪文を打てるっていうのが、やっぱりおすすめな部分ではありますよね。結構楽しくわちゃわちゃできるっていう意味でおすすめという形。ただエスパーなんでね。ただエスパーなんで、もちろんでかい呪文自分は唱えます。はい。相手には唱えさせません。みたいになってますからね。エスパーではおすすめな方になります。じゃあ次行きましょうか。次はちょっと新しめのカードになるんですけども、飛空隊長アーナ・ケネルトっていう結構最近出たばっかりですよね、こいつ。出たばっかり。はい。のやつなんですが、能力説明しますと、5マナのクリーチャーでして、44です。飛行反魂、結構スタッツ高いです。5砲カードを1枚捨てる。かなり強いです。で、能力が5マナにしては相当強い能力ですね。で、あなたがコントロールしていて、改善されているクリーチャー1体が攻撃するたび、改善されている。その上にあるカウンターもしくはそのパーマネントのトークンを1個生成する、そいつについた状態で生成する、合ってますか？微妙に間違ってたけど、間違ってた。カウンターは2倍になります。カウンター2倍になる。なるほど、カウンターは2倍になるんですね。はい、でパーマネントはトークンがついた状態で生成される、同じものが1個作られる。なるほど、ちょっと難しい能力です。こいつ最近モダンホライズンで収録されまして、我々の動画でこいついいなって勝手に言ってたんですが、別にやったわけじゃないとなんですが、なんかちょっとエスパーにしてはなんかあんまヘイト高そうじゃないエスパーにしてはソルティ要素が薄いですよね。薄いので、そういう意味では期待の逃走者ということになります。かなり面白そうですよね。はい。で、例えばどんなカードが入るかって言いますと、動画でも言ってたんですが、好奇心、みたいなカードを貼っちゃって、ドローその分できちゃうんですよとか、あとキラキラする全てみたいなのを貼っちゃって、でそれで普通にどんどん増えていってパップされますよみたいなことですよね。まあそうですね。オーラとか装備品も別にね入れてもいいですけどね。例えば他にもクリーチャー並べるので言えば、癒し手の鷹っていうカードがあるんですけど、1マナ11飛行反魂以上っていうクリーチャーがいるんですよ。そんなのに貼るだけでもそれ十分じゃないですかっていうそうなのことになるじゃないですか。そうなのよ。クリーチャー入れるの結局、スタッツの修正は装備品なりオーラなりで行うんで、そうですよね。春先は何でもいいっちゃ何でもいいっていう、そんなで十分だっていうことになるんで、でそんなことを入れてきまして、フィニッシュはどうですかね。これはね、結局、ドロー系のオーラなり装備品なりでハンド稼いだ上で、クロックしていくっていう話になっちゃう。そうですよね。だから防御系の呪文でバックアップする。要は守るってことですよね。全体を守ったり、相手の勝利手段を防いだり
打ち消したり、なんとかして負けない状態にして、自分の方を守りつつ最後は殴るしかないってことですよね。でもエスパーだったら守る色なんで、守りやすいってことですよね。そうね。で守って殴って勝つってことですよね。まあそんな感じで、こいつの未来を一応想像しますと、結構強化されていきそうですよね、こいつ。まあオーラと装備金というところは一応最近は結構補正がかかっているので、そこの部分についてはまあ一定強化される可能性は引き続きあるのかなという印象はありますね。ありますよね。好奇心系のカードもなんか増えてってますしね、なんかそれ系のアッシュみたいな、なんでちょっと元祖に比べると癖が強いんだけどね、大体ちょっと変なカード多いですよね。でも増えてってますんで、そういうのも増えるし、結構こいつは強化される未来があって楽しそうで、やってみたら面白いんじゃないかなということで、ここでご紹介させていただきました。で最後の4体目のエスパーの4体目のクリーチャーになるんですが、こいつはなんと日本語版がありません。友人がやってまして、想像でご紹介させていただくんですが、名前がセレスティアルトイメーカーですね。セレスティアルトイメーカーどういう意味かもちょっと分かんないです。でそいつが能力を説明するんですが、簡単にちょっと説明していただきたいんですけどまず一応3マナの24です。エスパーの3マナ24です。能力簡単ですよ。簡単にどういう能力、簡単に説明しますとですね、こいつアタックいくと小嘘箱みたいなのができます。小嘘箱、3枚の嘘箱ですね、ができて、はい、でそれぞれの各終了ステップです。各終了ステップ、はい、あなたのじゃないです。あなたの各種ね、各これ各なの、はい、あ各なんだ、すごいな。そうはい、各終了ステップの開始時に、はい、対戦相手が、はい、そのターンに推測するか、はい、束に分けるかした行為の回数かける2点のライフを失います。あ、なるほど。はい。なるほど、確ですよね。はい、だから対戦相手1人のターンに、はい、なんか知らんけど束に分けたり推測したりさせたら、はい、なぜかみんながライフを失うというまず対戦しました。はい、まあその話から何が入るかは別として、対戦したんですが、まさにポールナイフが階段を戻されたが状態に何をやってるか分かんなかったんだぜって言いました。実際に言いました。これは、はい、またどんなカードが入るか説明しますと、まず嘘箱みたいなカード入りますよね。当然束に分けることによって全員がダメージを受けるので、はい、そういったカードを複数枚入れるということになります。はい、で1枚紹介したいんですが、策謀する案内人ゴラムというカードをまず紹介したいんですけども、はい、黒2マナのクリーチャーでして認知です。でこいつが攻撃するたび、あなたのライブラリの上にあるカードを2枚を見て、それらを望む順番で戻します。その後土地か土地でないかを選びます。はい、私が選びます。で対戦相手はそれが上にあるカードがそうでないかどうか推測します。みたいな。どっちですか？私は土地を選択しましたって言った。そっちですか？土地じゃないですかって言います。でそのカードを公開します。その推測が正しかったら戦闘からゴラムを取り除きます。正しくなかったら、カード1枚引いてブロックされない。はい、だってだから何ですかみたいな。つまりですね、とりあえず死なないんですね、ゴラムはね。ゴラムは死なないと。ゴラムは死なないんですよ。ブロックされないか取り除くから、ゴラムは死なないんですと。死なないんです。はい、でなんか知らんけど推測させてるんですよ、これ。そうです。なるほどっつってでとにかくコンバットして、土地だと思いますか、土地じゃないと思いますかっつって、これどっちを選べばいいんだみたいなそこにはさほどがいいよどっちを選べば正解なんだっていうことになります。まず、まあなりますね。土地でって言って、土地でしたで正解だと、そうゴラムは戦闘から取り除く。で土地はなかった、ブロックされない、何が起きてるか分かんないですよどっちでもいいんですね結果。これはもう推測させたんですもちろん当てられなかった方がワンドロつきますから、いいはいいんですよね。でダメージも与えられますし、なんだけど重要なポイントはそこではなくて、これ推測させたんで何が起こってるか分かんなかったですね、あの試合でそういうような推測させるカードっていうのがあるかもしれない、探せば、たまにあるかもしれないんで、そういうのを探していただいて、入れますと一応その回数分2点受けます。2点受けると。でどうやって勝つんですかと。
やって勝つんですか？これはだから継続的に推測させるか束に分けるかのカードを設置することによってクロック刻むしかないんですね。なるほど。はい。でも一応各終了ステップなんで。各終了ステップなんで。だから例えば毎ターン2回確実にそういった行為ができるだったら1周回ってくるだけで16点食らうんですよ。なるほど。十分死ぬでしょっていう話ですよ。それを先ほどの話じゃないんですが、守って勝つんですよね。そうですね。おそらく、そうだろうという想像で今話してるんですが、でもかなり楽しそうでしたやってんの見て楽しそうでしたよね。まあ面白そう。面白そうですよね、みたいな相手は困惑しかしないから基本的にこう何が正解なんだこの推測みたいな推測したけどどっちが正解だったのかっていう風になるんで、それをあえてそれは別に関係ないですよと言わないでやってる方をどっちが推測正しいか分かんない状況を作り出すのが結構楽しい投資者なんで、おすすめになりますかね、こいつの未来はどうですか？よくわかりませんこのカードのためにワンチャン推測するっていうカードが知られる可能性っていうねあるかもしれないし全然ないかもしれないし強くなるかもしれないしないかもしれないっていうある意味面白いんでおすすめで今回入れさせていただきましたという形になりますかね。まあそんな感じで4体エスパー紹介させていただいたんですが、大体どれも楽しめのやつでおすすめになってますんで、ちょっとソルティ弱めの、ソルティをちょっと弱めにでも家ネタだいぶソルティなんだけど実はまあソルティ結構多かったんですよね。だからエスパーはね色がソルティの色なんで、うちで紹介したソルティのエスパーの投資者はあえて今回紹介しなかったんですが、結構楽しそうなやつ紹介しましたんで、他にもエスパーでおすすめの投資者いましたら、ご紹介していただけるとありがたいのでコメントしてくださいという形になります。あとチャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。